耳の横に両手をついてぐっと上半身を起こします。腹筋のストレッチです。しっかり肘を伸ばしきることで腹筋が伸びてきます。腰が痛い人はこんな感じ、肘をついたままちょっとね、顎を上に持ち上げるだけでも腹筋が伸びてきます。まず腹筋をしっかり伸ばしてから、それから腹筋を使うエクササイズを行います。これでね、腹筋の効果が倍増しますので、最後まで一緒に頑張りましょう。呼吸は止めないようにしましょう。OK。そしたらこんな感じで肘をついた状態でお腹だけ浮かせます。膝はついてます。つま先は立てておきます。膝つきプランクです。なるべく腰をぐーっと丸めることで腹筋を使います。もしもね、肩がきついって方はこの肘つく位置をちょっとね、自分の体に近い方に肘つくと肘は楽になると思います。しっかり腰丸めて腹筋意識して使って、きつい。腹筋意識して使って頑張って。よし OK。 次は左のお腹の前面、ここ伸ばします。左足を右、こんな感じで持っていきます。ここが伸びれば OK です。つま先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと左のお腹より伸びてきます。呼吸はね、止めないようにしましょう。腰、肩痛い方、痛みない範囲で OK です。左のお腹、ここが伸びてれば OK です。こんな感じでちゃんとストレッチとか休憩がね、間に入ってますので安心してください。OK。じゃあ次逆側いきます。右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面をストレッチしてます。つま先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすとより右のお腹が伸びてきます。呼吸は止めないようにして、肩腰痛い方、痛みない範囲で OK です。右のお腹伸びてますか？もしね、伸びないよとかやり方わかんないよって場合はコメントでお気軽に質問してください。呼吸しっかり止めないで。OK。そしたら次は四つん這い。こんな感じで四つん這いになります。で、片足ずつぐっと上げる。しっかり足を高く上げることで腹筋を使います。前ももをお腹に近づけるイメージ。なるべく腰を丸めておいた方が腹筋に効いてきます。頑張って。音立てても平気な人はこうやって飛んでもいいですが、なかなかね、音立てれないと思うので、こんな感じで片足ずつゆっくり上げれば十分腹筋に効いてきます。頑張って。手がきつかったらちょっと手前に手をついたりすると楽になると思います。 OK。 そしたら手を耳の横につきます。そのまま上半身ぐっと起こします。もう一回腹筋のストレッチです。腹筋伸びてますか？余裕あったらちょっとね、ぐーっと顎を持ち上げるとより伸びます。腰が痛かったら肘ついちゃって OK です。この次の種目から上向きになります。スマホはね、手に持たないでどっかに立てかけておくとやりやすいです。手をね、両手を使う種目があるので、スマホはどっかに立てかけておきましょう。よし OK。 これで上向きになりましょう。そしたら膝曲げたままぐっと足持ち上げます。腹筋使ってお尻を浮かせる。呼吸は止めないようにしましょう。この時手はね、どこでも OK です。こうやって後頭部に手を当てておいてもいいです。しっかり腹筋下っ腹意識してお尻が上がるぐらいまで持ち上げましょう。頑張って。呼吸を止めないで。きつい。ラスト1回。よし OK。 そしたら膝は曲げたまま後頭部で手を組みます。手でまず頭をぐっと持ち上げちゃいましょう。その状態から腹筋です。起き上がる。ちょっと肩甲骨がね、床から浮くぐらいで十分腹筋に効きます。首が痛い方はちゃんと手で頭を持ち上げた状態からスタートしましょう。首の力で起き上がろうとすると首が痛くなります。
呼吸を止めないで。頑張って腹筋意識して、きつかったらサボっても OK。頑張って。頑張って頑張って。よし。OK。次は膝曲げたままドローインしていきます。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。お腹を限界まで膨らませる。もう膨らまないよーってとこまで膨らましたら、ゆっくり吐いて、吐いて吐いて吐いて、しっかり息を吐きながらお腹をへこませると、お腹硬くなるのがわかると思います。よし、もう一回深呼吸。ゆっくり吐いて、吐いて吐いて吐いて。深呼吸は自分のペースでいいですよ。吐き切ってお腹硬くして、よし OK。 そしたら膝曲げたままで右手で右のかかとタッチ、左手で左かかとタッチ、これ繰り返していきましょう。きつい人はこんな感じでふくらはぎ、すねのあたりタッチでも OK です。余裕がある人はちゃんとかかとタッチ、頑張って。もしも首がきつい方、こうやって手で首持ち上げて、それでこうやってね、左右に振ってもいいです。首が痛い方は無理しないでください。頑張って。腹筋意識して。きつい。きつい。頑張って。あと少し。OK。そしたら次、休憩ストレッチ。左足を右、こっちにねじります。この腰ねじった状態で深呼吸しましょう。お尻、腰、背中にかけて伸びていればそれで OK です。もしね、この動画ペースが速すぎる、もしくは遅すぎるあれば、再生速度を自由に調整してみてください。再生速度のね、変え方わからない方は概要欄に再生速度の変え方リンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。よし OK。じゃあ逆ねじります。右足を左、こっちにねじります。この状態で深呼吸しましょう。お尻、腰、背中が伸びてれば OK です。結局ね、腹筋ってついついこう鍛えることばっかりに目が行きがちなんですけど、腹筋って鍛えてばっかで硬くなると、どんどんこう腰が丸くなって猫背になっちゃうんですね。腹筋が硬くなると。もうボディビルダーみたいにこういう猫背になっちゃうから、ちゃんとね、こうやって腹筋とか腰回りのストレッチも行いながら並行して腹筋を使うトレーニングをね、してあげるのが大切です。 OK。 そしたら次は両手を後頭部で組んで、手で頭をグッと持ち上げます。で、足も浮かせて、右肘で左膝タッチ、左肘で右膝タッチ、こうクロスねじるイメージです。しっかり腹筋意識して、肘で膝タッチ、頑張って、頑張って。きつかったらサボって OK。しっかりねじって腹筋意識して、首痛い方、ちゃんと手で首持ち上げて、クロスして頑張って頑張って、呼吸を止めない、頑張って。きつい。あと少し、もうちょっと頑張って。きつい。あと少し、5秒。きつい、頑張って。あと少し呼吸止めない。よし OK。 きつい。休憩ストレッチです。膝伸ばして肩幅より広めに開いたら、つま先を内外にねじります。しっかり股関節からね、内外にねじる。もしもね、全然物足んないよって方は、この時もね、ドローインしっかり腹筋に力入れて腹筋硬くしたまま休憩するとよりきつくなります。ただあくまで休憩なので、僕はそんなに頑張らなくてもいいんじゃないかなと思ってます。しっかり内外ねじる。 OK。 そしたら次は皆さん大好きな自転車漕ぎいきます。大きく円を描く。なるべくお尻を持ち上げておきましょう。頑張って頑張って。うわきつい。しっかりお腹意識して大きく円を描く。余裕があったらペースアップ。もうちょっとペースアップ。頑張って。きつい。腹筋ちゃんと使えてますか？余裕があったら上半身ちょっとこうやって起こしておくとより腹筋に効きます。きついきついきつい。腹筋意識して頑張って。お尻はなるべく上げておいて。OK。 よく頑張りました。そしたら膝立てたまま足は肩幅ぐらいに広げて左右に振っていきます。
休憩ストレッチです。なるべくね、普段動かさない範囲まで動かしたいから、しっかり膝倒す。しっかり膝倒す。物足りない方は腹筋にずっと力入れておいてもいいですよ。腹筋ね、硬くしたままこれやると結構きついです。この次の種目はズボラ腹筋という種目をやります。昔はね、よくやってたんですけど、最近動画の中でやってないので、初めての方もいると思うんですが、ズボラ腹筋一緒にやっていきましょう。両手で膝を抱えます。このまま反動つけて起き上がる。これだけ。しっかり腹筋を使って起き上がるイメージ。呼吸はね、止めないようにしましょう。ちゃんと腹筋使えてますか？きつい。きつかったらサボっても OK。もしくはね、再生速度調整してもいいです。自分の頑張れる範囲でやりましょう。もしきつくてね、頭痛くなったり気持ち悪くなったりした方はすぐに動画止めて休憩しましょう。無理せず自分のペースやりましょう。よし OK。 よし、次は右股関節大きく外回ししてきます。大きく外回し。あんまりね、普段腹筋の種目入れないので結構皆さんもきついんじゃないかなと思います。これゆっくり大きく外回しです。ゴリゴリ音が鳴る方、痛みがなければそのまま大きく回しちゃって大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で股関節をね、外回ししてあげましょう。なるべく高く上げる。しっかり高く上げると腹筋にも効いてきます。 OK。 左足いきましょう。こちらも大きく外回し。大きく外回し。以前にね、1回だけ質問でもらったんですけど、こういう腹筋トレーニングみたいなことすると腹筋バキバキに割れちゃうんじゃないかとか、なんか逆にね、腹筋の筋肉がついてお腹が太くなっちゃうんじゃないか、ウエストが細くなっちゃうんじゃないかって質問をいただいたんですけど、物理的にかなり難しいです。理屈的にもちろんそうなっちゃう可能性もあるんですけど、腹筋割れるって本当体脂肪率1桁とかなので、そこまで痩せてる方はそうかもしれないですけど、一般的に腹筋割れないですし、ウエスト太くならないので大丈夫です。 OK。 そしたら次はですね、このまま交互に足を上げる、上げる。腹筋しっかり意識して、もしきつかったらこうやって足つけた状態からこれでももちろん OK。 しっかり足高く上げると腹筋に効いてきます。きつい。頑張れる人はこうやって上げてない方のね、足をしっかり伸ばしきるとよりきつくなります。腰が痛い方は無理しないで頑張って。よし OK。 じゃあさっきも行った腹筋もう一回いきますよ。後頭部に手を組んで頭をぐっと持ち上げます。このまま腹筋30秒頑張りましょう。起き上がるときに息を吐き切る。首痛い方、ちゃんと手で首を持ち上げた状態からスタート。それでもね、首腰痛い方無理しないで、痛みない範囲で OK。 きついきつい。あと1回 OK。 そしたら次ドローンやっていきましょう。膝曲げたまま大きく深呼吸。限界までお腹膨らませて、お腹を膨らませたらゆっくり吐いて、吐いて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 、吐き切ってお腹硬くして、よし、もう一回吸って、ゆっくり吐いて、吐いて吐いて、お腹硬くなるまで吐いて、もう吐けないってところで吐いて、OK。 次足パカ、膝曲げたままやっていきましょう。こんな感じですね。膝曲げたまま足パカ、お尻を持ち上げておくことで腹筋にも効いてきます。腰が痛かったらお尻の下に手を入れても OK。 限界まで開いてしっかり閉じ切る。腹筋はずっと力入れておく。なるべくお尻持ち上げといて、しっかり閉じ切ると内ももつけ根に効きます。きつい。あと少し。これ終わったらもう一回うつ伏せになります。頑張って。
しっかりラスト1回閉じ切る。 OK、 うつ伏せになりましょう。では腹筋のストレッチやっていきます。手を耳の横について上半身をぐっと反らせます。腹筋が伸びれば OK です。腰が痛い方、こんな感じで肘ついても大丈夫です。腹筋をねたくさん使ったんで、しっかりこうやって伸ばしましょう。最初よりもね腹筋の伸び感が強いんじゃないかなと思ってます。たくさん使って縮めた証拠ですね。腰が痛くない範囲でぐーっと反らせるとより効いてきます。きつい。 OK。 そしたら次、肘を肩の真下ぐらいについて、今度は膝つかないでプランクやりましょう。なるべく腰を丸めておく。腹筋力入れて。腹筋効いてますか？余裕があったらこんな感じで足つけても OK で、もしきつかったらこうやって膝ついても OK。 腹筋が使えてればいいです。それでもどうしてもきつかったら最後10秒もちろんサボって大丈夫です。無理しないで。腰が痛い人とかは特に無理しないで。しっかり腹筋意識して OK。 ではお腹の前面伸ばします。左足右に持ってきてここ伸ばします。左のお腹前面伸びてれば OK です。なるべくつま先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。伸びますかお腹が。いやーでもね、ここまで頑張った方結構すごいですよ。データで見ると分かるんですけど、ズボラストレッチみんながみんなね完走してるわけじゃないから、こうやって最後まで完走してる時点でね、もうちょっとねズボラじゃなくてかなり真面目な方の部類に入るんじゃないかなと思います。よし OK。 次逆いきましょう。右足を左にこっちに持ってきて、右のお腹の前面しっかり伸ばしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。しかし皆さん本当にここまでよく頑張りました。これでもね、もし物足りないよって方は概要欄にお腹痩せの動画追加で貼っておきます。あとね、サブチャンネルとかズボラストレッチの教科書、Twitter、インスタも概要欄あるので、ぜひお時間ある方見てみてください。呼吸止めないで最後まで。よし OK。 両膝を曲げた状態で股関節を外に開く。内ももを使って閉じる。繰り返しましょう。内ももを使っている感覚がない人は、スマホを持っていない方の手で内ももを触りながら足を閉じてみましょう。内ももの筋肉に力が入っている感覚があれば OK です。股関節を限界まで外に開いてから内ももを使って閉じるとより効果的です。次は左足だけ立てた状態で右足は伸ばして、右足だけ股関節を外に開く。内ももを使って閉じる。繰り返しましょう。足を外に開くときは床につきそうになるまで下げましょう。そこから内ももを使って閉じましょう。硬い人は膝が多少曲がっても大丈夫です。内ももの付け根を使う意識だけ忘れないようにしましょう。この動画で一番大切なのは最後の2種目です。一番内ももを使う種目と、一番最後が使った内ももを伸ばすストレッチ。動画を途中でやめると効果が半減してしまいます。最後まで一緒に頑張りましょう。次は左足を行います。右足は立てたままで、左足はしっかり伸ばして外に開く。内ももを使って閉じる。繰り返しましょう。内ももの付け根に脂肪が溜まりやすい理由は、本当に股関節を外までしっかり開いた時にしか使えない筋肉なんです。だから日常生活ではほぼ使わなくて脂肪が溜まってしまいます。この動画では股関節をしっかり外まで開いて、内ももの付け根の筋肉を使って足を閉じましょう。次は股関節を片足ずつ内にねじります。内ももの付け根を使ってゆっくり膝を内側に入れましょう。股関節付け根からねじるイメージです。骨盤が多少浮いても大丈夫です。お尻の外側を使って内に倒すこともできるのですが、
内ももの付け根を意識して内に倒しましょう。ズボラストレッチの動画は何個か組み合わせて1回に30分ぐらい行えると良いと思います。なぜなら体が温まってからの方がストレッチの効果が出やすいです。一つの動画だけだと体が温まったぐらいで終わってしまいます。かかとを体の方に引きましょう。お尻とかかとをくっつけるイメージでそのまま股関節を外に開きます。かかとをお尻に近づけた状態で股関節を外に開く。内ももを使って閉じる。繰り返しましょう。1番のストレッチと同じ動きなのですが、膝を曲げている角度がきついので1番よりきついと思います。内ももの付け根を使って閉じることを意識し続けましょう。普段椅子に座っている時に膝と膝をつけたまま座っているのが苦手な人は、膝同士をつけているだけでも内もものトレーニングになります。ぜひ仕事中や授業中にやってみましょう。次は右足だけ浮かせて膝を伸ばした状態で大きく内回しにくるくる回しましょう。内に入れるときに内ももの付け根を使いましょう。低い位置で小さくくるくる回しているのが楽なのですが、なるべく大きく回しましょう。この動きで腰が痛い人は左膝を曲げてもらっても大丈夫です。その状態で大きくくるくる回しましょう。次は左足も同じように行います。左足を浮かせて大きく内回しに動かします。膝はなるべく伸ばしておきましょう。この動画では内ももの付け根を集中してストレッチを行っていますが、この動画だけを習慣化して内ももの付け根の部分痩せを狙うよりかは、股関節全体のストレッチをして足全体を細くする方が効果が早いと思います。腰が痛かったら右膝曲げていただいて大丈夫です。次は右の股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使って足を上げましょう。つま先は外向けておきましょう。もし内ももの付け根が動いている感覚がない人は、股関節が外に開いてない可能性が高いです。股関節付け根から外に開いてつま先が外向いているのを確認した状態で足を上げましょう。それでも内ももの付け根を使っている感覚がない人は、空いている手で内ももの付け根を触りながら行ってみましょう。触ると動いている感覚を感じることができると思います。次は左足も同じように行います。股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使ってゆっくり足を上げましょう。これはすごい地味なんですが、恥骨筋という筋肉を使っています。もし興味がある人は概要欄に恥骨筋についての URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。この動きでも腰が痛い人がいると思います。その場合は反対の足を立てて行いましょう。6分間かけて内ももの付け根の筋肉ばかりを使ってきました。最後の種目は内ももの付け根を伸ばすストレッチです。しっかり最後まで行いましょう。動画と同じように手で足の裏をつかみましょう。スマホは一回床に置きましょう。掴んだ足を体の方にぐーっと引きましょう。裏もも、内ももが伸びていれば OK です。もし伸びる感覚がない人は少し角度を変えてみたり、つま先を自分の方にぐっと寄せてみたり試してみましょう。硬くて足の裏に手が届かない人は太ももを持っても大丈夫です。こんな感じです。内もも、裏ももが伸びていれば OK です。これも伸びないという方は足パカでも大丈夫です。最後に内もものストレッチを行うということをお伝えしたいです。この動画が終わった後に行った方がいいストレッチを概要欄に貼っておきます。今日もお疲れ様でした。両手を耳の横につきます。そのまま肘をぐーっと伸ばして上半身を反らせます。腹筋のストレッチです。お腹、腹筋伸びてれば OK です。腰が反ってきついよって方は肘つきましょう。それでちょっと顎を上に持ち上げると腹筋伸びてくると思います。自分が無理ない範囲で
呼吸止めないように腹筋をストレッチしていきます。デッドバグやる前にね、まずお腹周り柔軟性つけてやりやすい状態を作ります。 OK。 次は上半身べちゃっと寝ちゃって左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面伸びる感じあれば OK です。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。ここ伸びますか？伸びない方はちゃんと肘を床につけたままつま先を後ろに向かってぐーっと引きましょう。右斜め後ろに向かって引くイメージ。ここ伸びれば OK です。呼吸止めないようにして肩腰痛みがある方は絶対無理しないでください。よし OK。 次逆いきます。よし、右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面伸ばします。肘は床につけておいてつま先を遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。右のお腹前面伸びてますか？呼吸は止めないようにしましょう。腰痛い方無理しないでくださいね。これいまいち伸びないよって方は上半身がこうやって浮いちゃってると伸びないです。肘はしっかり床につけたままですね。上半身寝かせてつま先が遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。よし OK。 そしたら次四つん這いになりましょう。こんな感じ。四つん這いになったらおへそを覗き込むように腰を丸める。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込むように腰丸めてゆっくり反らせる。繰り返しましょう。腰に痛みがある方無理しないでください。スピードは全く重要ではないです。普段動かさない範囲までゆっくり反らせてゆっくり丸める。しっかりおへそを覗き込んでくださいね。でこの次の種目から上向きに寝ます。スマホを手に持ったままできない種目があるのでスマホはどこかに立てかけるようにしましょう。しっかり丸める。 OK。 そしたらスマホはどこかに立てかけて上向きに寝ましょう。そしたらまずは膝曲げたまま両足持ち上げます。お尻が浮くぐらい前ももをしっかりお腹に近づけましょう。頑張って。お腹下っ腹使う感覚ありますか？頑張って。膝と膝つけておくと内ももにも効いてきます。どうしてもきつくてできないよって方は手でちょっとこうやって床を押してズルしてもいいです。頑張って。ラスト1回。よし OK。 よく頑張りました。そしたら次はズボラ腹筋いきますよ。皆さんついてきてますか？両手でこうやって足抱えましょう。そのまま反動をつけて起き上がる。これがズボラ腹筋です。呼吸止めないようにしましょう。腹筋使う感覚ありますか？これできないよって方は単純に両手で足を抱える。これだけでも OK です。なるべく前ももはお腹に近づけましょう。ちょっと上半身を起こしてあげると腹筋効いてきます。できる人はしっかり反動をつけて起き上がる。頑張って。この次からデッドバグいきます。よし、じゃあデッドバグいきますよ。こんな感じで膝立てたまま両手を上げてまず片足ずつ上げる。片足ずつ上げる。しっかり上げて。きつい。ちゃんと前ももお腹に近づける。余裕があれば上半身起こす。ちょっとね肩甲骨が床から浮くぐらい浮かすとめちゃめちゃお腹効いてきます。この次からデッドバグの難易度上がってきますよ。ついてきてますか？きつかったらサボってもいいし再生速度調整してもいいです。頑張りましょう。よし OK。 次デッドバグ難易度2いきますよ。手を上げて膝曲げたまま足持ち上げてお尻を床から浮かせて肩甲骨も床から浮かせる。これでキープです。もしきつくてできない方、さっきの片足ずつ上げる難易度低いやつやりましょう。お尻しっかり床から浮かせて肩甲骨も床から浮かせる。首腰痛い方絶対無理しないで。もしきつかったら足上げるだけでも OK。上半身はねつけといてもいいです。頑張れる人は肩甲骨浮かしましょう。頑張って頑張って頑張って。うわきつい。よし OK。
よく頑張りました。最後のデッドバグめちゃめちゃきついので、5秒だけ頑張りましょう。足と手を伸ばしたままですよ。伸ばしたまま上げる。きつい。腹筋使って腰痛い人絶対無理しないで。首痛い人も無理しちゃダメですよ。3、2、1、よし、オッケー。きつい。大丈夫でした。腰とか。しっかり腹筋力入れて腰反らないようにやりましょうね。もう一回5秒いきますよ。手と足伸ばしたまま持ち上げる。腹筋意識して5秒だけ頑張って。きつい。よし、3、2、1、よし、オッケー。きついっすね。腰痛い方無理しないでくださいね。最後1回だけ、ラスト1回だけ5秒やりましょう。いきますよ。手と足伸ばしたまま上げる。腹筋意識して頑張って。頑張れー。3、2、1、よし、オッケー。よし、最後もう1回うつ伏せになりましょう。腹筋伸ばしておしまいにします。スマホは顔の前に置いておきましょう。よし、うつ伏せになったら両手を耳の横つきましょう。そのまま肘伸ばしきって腹筋のストレッチです。最初に行ったのと同じ種目です。腹筋は基本的に伸ばして使って最後にもう一回伸ばすとね、めちゃめちゃ効果出やすいです。鍛えるだけではね、なかなかお腹へこまないし代謝上がらないです。柔軟性と筋力、あとはね、正しく腹筋を使うこと全て必要です。腰が痛かったらこんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでも十分お腹伸びてくると思います。きつい。よし、オッケー。じゃあこうやって次は上半身寝かせて左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここを伸ばしましょう。伸びますか？なるべくつま先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。腰痛い方無理しないでください。僕も今までね、妻にはね、太ったって言われてたんですけど、もうこのね、ダイエット1週間やろうと思ったきっかけが、夜ね、娘と一緒に寝るときに上向きになって寝てたら、お父さんのお腹、ポンポンポンって言ってね、乗ってきたんですよ。これはね、ショックだなと。まだ32歳なので、これはショックだと思って決意しました。オッケー。よし。じゃあ次、右足を左、最後こっちにグッと持ってきます。右のお腹の前面伸ばします。肘は床つけておいて、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。でもね、僕、ほんと食事制限とかできないんで、酒も飲みましたし、甘いものも食べました。でも、1週間だけでもね、頑張ったらこんだけ結果出たので、ぜひ皆さんもね、チャレンジしていただければと思います。コメント欄をね、こう、実践報告の場、ぜひ1週間チャレンジの場としてコメント欄使ってください。で、この動画で物足りない方は、コンさんと中川さんも、まさか今日デッドバグ3人コラボの日です。中川さんとコンさんのね、デッドバグ動画、概要欄貼っておきますので、ぜひそのまま続けてやってみてください。よし、オッケー。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分に拍手しましょう。よし、この動画よかったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。2月限定無料メルマ登録でプレゼント。